どうもこんにちは、バッチです。今日はですね、この後ろに見えてますポーションの、自動醸造機っていうんですかね、こちらの方を作っていきたいと思います。っていうのも、最近紹介したブレイズトラップだったりガーディアントラップだったりで敵を倒すときにダメージのポーションを使う必要があってですね、で、それを便利に作成するために、今回はこのような、ポーション自動生成機、調合機、醸造機を作っていきたいと思います。はい、では早速作っていきます。まずはこの調合台ですね、これを設置していきましょう。調合台は、他のいろんなパーツの置き方の兼ね合いで一段高いところに設置してください。で、横から接続したホッパーは、水入り瓶と燃料のブレイズパウダーを吸い込んでくれます。そして上に接続したホッパーからは、はい、調合に使うアイテムですねを吸い込む仕様になってます。なので、燃料用、水入り瓶用、材料用ということで3つホッパーを接続します。で、そうですね、チェストはもう置いてしまいましょう。これが、ブレイズパウダー用、こっちが水入り瓶用ですね。はい、こんな感じです。次にホッパーで、材料の、経路を作っていきます。右側にずらーっと材料並ぶことになるので、その経路を作っていきましょう。で、この上に接続した調合台の上に接続したホッパーにこのように接続していきます。はい、これぐるっと回り込んでるのは最終的な見栄えを考えて調合台を実はですね、一番前に来る面から一マス下げてるのでぐるっと回り込んでます。見栄え気にならない方はこれ全体前に出しておけばもう少しホッパーの経路は簡単になります。でここから、ホッパーを長くつなげていきましょう。はい、ここまでですね。結構な数です。何個あるんだろう。で、次にですね、ここに材料を吸い出すためのホッパーをもう一つ上に設置していきましょうかね。今度は下に向けて、この経路になるホッパーに向けて設置していきます。で、こう3つ設置したら1つ開けて、もう、続けていきます。はい、ホッパーを置き終わりました。上の方を数えた方が分かりやすいと思います。この上が、12かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ですね。上が13の1つ開けて3つ。下が端っこから、間を埋めるようにして、最後2つ開いてチェストの横まで来てます。で、ぐるっと後ろを回って、調合台につながっているという形ですね。はい、では、この上に、アイテムを入れていくためのチェストを置いていきましょう。これも単純にただ置いていくだけですので、早送りでどうぞ。はい、チェストも置き終わりました。この上に設置したホッパーの上に全てラージチェストを、右側というか施設の前方ですねにはみ出すように置いています。はい、次にですね、簡単な機構を説明すると、各アイテムを収納したチェストからホッパーに吸い出されるんですけど、
この吸い出しを制御してレシピに応じた材料を選んでいくことになるので、このホッパーを制御するために、無効化していきます。使うのが、レッドストーントーチですね。トーチを置いて、このチェストの下のホッパーを無効化していきます。位置はですね、この位置ですね。チェストの1つ開けて後ろ、この高さに、ブロックを敷いていきます。でこのブロックにすべて、チェスト側に向けてレッドストーントーチを置いていきます。この間隙間の1つはいらないですね。はい、これでこのトーチの、がオンになっているので、常時オンのホッパーはオンの信号を受けてオフになります。ややこしいですね。ホッパーの機能が停止します。このホッパーを制御するための、信号を作っていきましょう。完成イメージとしてはですね、ここで、各素材の必要不必要を操作して、吸い出しをするかしないかを決定していくみたいなイメージです。なので、このレッドストーントーチを一時的にオフにできればホッパーが稼働してアイテムを吸い出してくれるという仕組みですね。そのための、吸着ピストンと、観察者ですね。これを使っていきましょう。自分の過去の動画で言うとサトウキビの自動収穫装置を作った時のパルス信号、パルス回路と同じような構造です。で、この間の一つはいりませんね。次にこれに対して、観察者を置いていきます。この向きですね。観察者の顔が下を向いてます。ピストンの方を監視して上に信号を出す向きに置いていきます。はい、これで向きも揃って置き終わりました。この観察者を、ピストンを動かして上に上げると一時的に信号がこのブロックに届いてレッドストーントーチがオフになる。でアイテムが吸い出されるっていう機構なんですけど、このままでは全て、作動してしまうので、これを、この位置ですね。この位置にピストンを置きます。で、この吸着ピストンで観察者を横にずらして、下の吸着ピストンが動いた時も信号が行く行かないというのを制御していきます。そのためのピストンを置いていきます。はい、すべて観察者に向けたピストンですね。こちらが置き終わりました。なので今度はこの吸着ピストンを動かすためのスイッチをつけていきます。吸着ピストンの後ろに1つブロックを敷き詰めて、レバーですね。レバーを置いていきます。このレバーを動かすと吸着ピストンが動いて、はい、オフにすると観察者をこっちの吸着ピストンから、ずらしてくれます。すべての観察者を吸着ピストンにくっつけるために全部1回ずつオンオフしていきましょう。はい、これで観察者がすべて、制御用の吸着ピストンにくっつきました。オンオフを分かりやすくするためのレッドストーンランプを置いていきましょうかね。すべての、レバーを設置しているブロックの上ですねにつけました。アイテムを選択すると、
観察者がピストンの上に行くのと同時にランプがついて、このアイテムが今回使用されますよという、目印になります。この方が分かりやすいかなということで設置しています。はい、続きまして、操作の手順としてはですね、こう必要なポーションを作るのに必要なアイテムを選んだ後に一斉に全ての、この吸着ピストンを下の吸着ピストンをオンにすることで、ドバーッと素材が流れてくるという形にしたいので、調合を最終的にオンにするためのスイッチを作っていきます。位置は、この最後左端の素材の2つ左ですね。この位置、この高さにスイッチを置きます。で、裏に回路をつないでいくんですけども、ここでコンパレーター、じゃないですね、リピーター、レッドストーン反復装置を大量に使います。まず一つが、このスイッチを置いたブロックの、この位置ですね。はい、この位置で、ここにブロックを置いてリピーターに信号を届かせるためには、ここにレッドストーンでスイッチの信号がこのブロックに伝わってリピーターに届くと。で、この後ろのピストン、一番下のピストンには、それぞれリピーターをくっつけてください。はい、これ後でとても重要になってきます。リピーターを設置します。はい、で、このリピーターにつなげるようにレッドストーンですね。はい、このようにつなぎます。で、このブロックを分けたところ、なんで分けてるかっていうと、リピーターから出た信号は最大15なので、ここまでつないでしまうと、信号が届かなくなってしまいます。なので、間にこうリピーターを置くためですね。はい、これでまた再延長して信号を届かせると。で、あと調合の材料的にもちょっとカテゴリーの違うものがここには入ります。はい、これで回路ができました。一応素材すべてオフの状態でスイッチを押してみましょう。はい、端っこまで信号がいってることがリピーターの赤い光で分かりますね。はい、押せるかな。ここから押すと、はい、ピストンがすべて上に上がっていることが分かると思います。次に、これに各素材を入れていきましょうかね。基本的な機構は、もうこれでほとんどできてます。ほとんどというか、全てできてますね。で、分かりやすくするように、ここにブロックを敷き詰めていきます。ここに、看板ですね。何のアイテムが入ってるかという看板を設置していきます。はい。で、ここに入れていく素材なんですけど、調合のレシピ、ポーションのレシピを簡単に、一覧にしてみました。こちらご覧ください。上から暗視、スピード、跳躍、治癒、毒、再生とこう各ポーションの種類が書いてあります。で、これを横に読んでいくと、暗視に必要なのはネザーウォート、金の人参。で、このピンクのところは、付加価値っていうのかな、効果延長もしくは強化、スプラッシュ化の火薬で、最後これ自分でも使ったことないんですけど、ぶっちゃけ残留のポーション、その場にとどまって効果を発揮してくれる残留のポーションっていうのを作るためには、エンダードラゴンのブレスですね、これを、空き瓶ですくうと、ドラゴンブレス、ドラゴンの息が採取できて、これをスプラッシュ化したポーションに調合することで残留のポーションができるそうです。もしも必要な場合は、この装置の最後に一つ、同じ機構で1列作り足してください。今回はネザーウォートから火薬までの数に合わせて作ってあります。ではこの順番に素材を
各チェストに入れていきたいと思います。はい、入れ終わりました。ネザーウォートから始まって、金の人参、砂糖、ウサギの足、輝くスイカ、雲の目、ガストの涙、ブレイズパウダー、マグマクリーム、フグ、亀の甲羅、ファントムの皮膜、発酵した雲の目、レッドストーン、グローストーンパウダー、火薬ですね。はい。で、テストも兼ねてちょっと動かしてみましょうか。まだ調合はしないので、ブレイズパウダーと水入り瓶は入れずにおきましょう。で、流れてくる順番がこのネザーウォートから始まるこの順番なんですけど、選ぶときは、選んでもまだアイテムは吸い出されていないので、オンオフできます。間違った場合は戻して、自由に選ぶことができます。例えばダメージのポーションを、強化してスプラッシュ化する場合ですね。もうちょっと選んでみましょう。ダメージの、ポーション、スプラッシュ化したダメージのポーションはまずネザーウォートで不完全なポーションを作り、雲の目で毒のポーションにし、毒のポーションを発酵した雲の目でダメージポーションにし、それをグローストーンパウダーで強化してスプラッシュ化すると。はい。これだけのアイテムが必要で、スイッチを押すと流れてきます。はい。それぞれのアイテムが1つずつ流れてくる作りになってます。ネザーウォートですね。で、雲の目、発酵した雲の目、グローストーンダストで火薬。はい、順番内容それぞれ大正解ですね。で、このままだとちょっと問題があってですね、隣り合うチェスト、隣り合う材料が、順番がですね、何かの処理の都合だと思うんですけど、ひっくり返ることがたまにあります。例えば実際延長と強化一緒に使うことはないんですけど、この3つをオンにして赤、黄色、黒の順番で流れてくれば正解なんですけど、赤、黒、黄色ですね。黒と黄色、火薬とグローストーンダストの順番がひっくり返ってしまいました。はい。でこの順番がひっくり返る理由なんですけど、おそらくこの長い経路をほぼ同時に送られる信号で吸い出して流れてくるので、何かの処理の都合で順番がひっくり返ってしまうことがあるんじゃないかと思います。なので、これを対策するためにこの下の、リピーターですね、レッドストーン反復装置、これを使ってタイミングを整えていきます。でこの順番、並びにも意味がありまして、基本的に不完全なポーションを作るためにネザーウォートっていうのは真っ先に使います。で、金の人参から、ここまでですね、ファントムの皮膜まではそれぞれのポーションに対応しているので一緒に使うことはありません。で、発酵した雲の目、これはポーションの効果を反転して使うものなので、一部のものと一緒に使うことがあります。で、ここは基本的に全ての道具と一緒に、全ての素材と一緒に使う可能性のある、延長、強化、スプラッシュなので、まずネザーウォートが真っ先に来なければいけないので、これはこのままですね。で、その次のくくり、それぞれの素材は、信号のタイミングを1クリックずつ遅延させます。これでネザーウォートと順番が、入れ替わる可能性というのはかなり低くなると思います。実際テストした感じでは一度もひっくり返りませんでした。ネザーウォートの次にこの素材ブロックですね。で、3つ目が発酵した雲の目、できたポーションを効果を裏返すための発酵した雲の目、ここは、2クリックしましょう。はい。で、遅延を入れます。で、このブロックですね、延長強化スプラッシュはポーションができた後に流れてきてほしいので、このブロック自体をここで
3クリックですね。1、2、3。はい。で、遅延させます。これで素材ブロックよりもこれが先に届くことはなくなるだろうと。で、さらにこの中で、延長と強化は同時には発動しないので、どっちかを選ぶことになるんですけど、スプラッシュ化が最後に来てほしいので、ここにスプラッシュ化、火薬が追い越してこないように遅延を入れます。念のため最大遅延にしておきましょうか。後ろがいないので、1でも2でもおそらく大丈夫です。なので、この順番で、必要な順番に応じて遅延も、段階的に大きくなっていくという作りにしています。これで材料がひっくり返ってポーションが完成しないということを防ぎます。では、ほとんどの機能が完成したので、最後に、この水入り瓶ですね。水の瓶と、ブレイズパウダー、これをセットして、動かしてみたいと思います。このチェストに入れることで調合台の、ブレイズパウダーと水の瓶がセットされます。この状態で材料を選んでスイッチを押せばポーションが完成するということですね。ウサギの足を使って鈍化のポーション、跳躍をひっくり返して鈍化のポーションにしてみましょう。ネザーウォート、ウサギの足で効果をひっくり返して鈍化の、延長してスプラッシュ化、延長してスプラッシュ化でスイッチオン。まずネザーウォートで不完全なポーションに変わります。次にウサギの足、これで不完全なポーションが、跳躍のポーションですねに変わるはずです。はい、で跳躍のポーションの効果をひっくり返して鈍化のポーションに変わります。はい、で鈍化のポーションをレッドストーンで、効果延長ですね。で最後に火薬でスプラッシュ化して、狙ったポーションの作成が自動で完了するということになります。はい、できました。ここから取り出すのは手動にしてます。で、勝手に水の瓶がまた補充されるので、次に動かす機会を待ちましょう。あとは、これにちょっと、見栄えのためのブロックを足していきましょうかね。はい、これで完成ですね。動画的な分かりやすさも含めてこういう露出した場所に作ってますけども、壁面に埋め込んだりしたらかっこいいかもしれませんね。はい、ということで、今回の動画はここまでになります。各トラップを稼働させるときに一体一体手で倒すのが面倒な方とかですね、他にも暗視のポーションとか水中呼吸とか、いろんな作業でポーションを結構使う方っていうのはこういうのを作ってポーション制作、ポーション作成を自動化してみてはいかがでしょうか。結構便利なのでおすすめです。以上、ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。